まず最初に前回の動画ちゃんとチェックをせずにアップしてしまい、最初の部分が全く関係ない海の動画のままになっていました。大変申し訳ないです。未だに音声を入れるのか字幕を入れるのかいろいろ考えながらやってるんですけど、作成にものすごい時間がかかっています。これを仕事として常にやっている人たちを本当に尊敬します。今後もいろいろ試行錯誤しながら皆様にいろいろな情報をシェアできたらなと思っていますので、温かい目で見ていただければと思います。そんなわけで今回は2日目の後半になります。もう足がヘトヘトだったので、これから行く予定だったユケハンユッケまでタクシー使います。4800ウォンでした。地味にホテルからだと2駅分ぐらいの距離があります。店舗は昨日下見をして通っていたのですぐに分かりました。ということで早速お店に入ります。予約なしでしたが、まだ早い時間だからかすぐ入れました。ここはマッコリがありました。生マッコリ1本4000ウォン。安すぎ。おかずもたくさん出てきました。ここも生肉好きの日本人にはとても有名なお店。私たち以外にも日本人がいました。なのでメニューにも日本語メニューがあります。パンチャンのわかめスープ、ほろほろの牛肉が煮込まれてて、すごく体に優しい味がしました。そして楽しみにしていたセンマイとレバ刺し。昨日のデジャブと思った人もいるかもですが、こちらは16000ウォンになります。昨日のところはお通しとして出てきましたが、こちらはしっかりしたお値段。ごま油とニンニクと塩の入ったタレを混ぜ混ぜします。さて、お味はいかがでしょうか。めっちゃくちゃうまい。昨日のレバ刺しももちろん美味しかったんですけど、ここのレバ刺しめちゃくちゃうまいです。切り方もあるかもしれないです。昨日のところはお通しなので小さめにカットされていたので歯ごたえがそんなになかったんですけど、ここのは大切りだからかものすごい歯ごたえで美味しいです。これ見てる今ももう食べたいぐらいです。そしてもう一つ頼んだのがユッケと牛刺しのセット、39000ウォン。他にもいろいろ海鮮とかのセットとかもあるんですけど、とにかく私たちは生肉が食べたいんです。ソースが全部で3種類、わさび醤油、味噌のサムジャンみたいなやつとごま油にんにく使用の定番タレ、あと韓国海苔に巻くと美味しいそうです。今回もチーズ出てきましたが、そちらは遠慮しました。こちらのお店もショート動画で再度出す予定ではいます。こちらのユッケは昨日のユッケと違って肉自体には味がないものでした。なので甘いユッケ肉が苦手な方はこちらの店の方が好みかと思います。私はユッケよりここは肉刺しのが美味しいかもって思いました。レバ刺しと肉刺しはここ、ユッケとユッケビビンパなら昨日のお店って感じです。あとマッコリもこっちにしかなかったです。先にトータルの金額ですが、この後マッコリをもう1本おかわりしたのでトータルで6万3000ウォン、日本円だと約6700円になります。1日目の夜、今日の昼間、そして今回、結構いいお値段かかってると思うんですけど、問題なしです。本当に映えとかなくて申し訳ないんですけど、この生肉たちを食べるために来ているようなものなので、当初はせっかくなのでセブとか行こうかっていう話も出てたんですけど、この時期は天気が読めないし、台風なんて来たら一発アウト。そして年齢的にも海でアクティビティをしまくるとかももう厳しいので、それなら旅費もセブ島の半額くらいで済む韓国、そして初めてのプサンにして好きなものを食べまくる旅行にしようって決めたんです。旅費が半額になった分、大好きな生肉たちにお金をかけています。胃袋が足りないので本当はもっといろいろ食べたい。屋台の食べ歩きとか、それこそプサンといえばナッコプセ、他にもミルミョンとかいろいろ食べたいものはあります。でも多分あと1日長く滞在していたとしてもユッケ食べに行ってたなって思います。
他にもマークつけてたお店があるんですよ。でも今回の旅行では全部回れませんでした。ちなみに私たちは日本でもユッケを食べています。日本では馬肉の桜ユッケが多いですが、認定されている店だと和牛のユッケとか食べれますよね。以前行った高級和牛の店のユッケはめちゃくちゃ美味しいんですけど、さすが和牛だからかものすごい脂身がありまして、対して韓国のユッケは韓牛なのですが、赤身が多いからか脂っこさが全然ないんです。普段から生肉を食べてる生肉評論家としてはそこもポイントが高いです。レバ刺しももう日本では食べれないですからね。生肉好きとしてはレバ刺しがまた日本で食べれるようになってほしいです。と、ここまでひたすら生肉について話してしまったので、そろそろ次へ行きましょう。もう最高でした。ということで、これから昨日はほとんど閉まっていて見ることができなかった広東市場と国際市場を見ていこうと思います。昨日は全然見れなかったけど、こんなにたくさんお惣菜みたいなものもあるんですね。福岡とか大阪からはフェリーが出ているので、船で来る人は飛行機と違って着たいものを気にしなくていいから、持って帰れるものが飛行機の時と違うっていうのをちょっと聞いたことがあって、それいいなって思いました。飛行機だとどうしても真空パックじゃないとちょっと厳しいかなとかありますからね。あとは重さの制限。フェリーだと重さの制限とかはないんでしょうかね。一度も乗ったことがないのでいつか乗ってみたいです。この時間でも閉まってるお店も結構ありますね。土日しかやらないとかですかね。今日は金曜日なので割と空いている方かなと思っていたんですけど、思ったよりも店が閉まっています。ここはインスタで見て気になっていたチヂミのお店です。 SNS 用の写真や動画を撮ってる人がたくさんいますね。後で食べれたら食べたいな。今はまだお腹がパンパンなので何も食べれる気はしません。でもこの辺美味しそうな店がたくさんあります。多分ここはコプチャン通りですかね。めちゃくちゃホルモンを焼いてるいい匂いがしました。なんか全然店が開いてないぞ。昨日は夜遅かったから開いてないんだなと思ってたんですけど、まだ6時半とかなのにこんなにやってないんですかね。単純に空きテナントっていう可能性もあるんですけど、市場だから閉めるのが早いからとかですかね。奥の方にはアパレルがあるそうなのでそっちに向かっていますが、閉まっているお店が多く開いている店がポツポツ。これだとさらに入りづらいですね。あと奥にプサンタワーが映っています。今回めちゃくちゃ近くに滞在していたのに結局行きませんでした。登らなくてもいいけど足が元気だったら下までは行ってみたかったです。多分この奥に見えてるところがアパレルのメインの通りになるかと思います。でも思ったよりもお店が開いてないし、活気もなくて欲しいものを全然見つけられませんでした。あとこの時ものすごい尿意が襲っていまして、トイレ行きたいって思っていたんですけど、すぐにトイレを見つけられずだいぶ焦っていました。大通りまで出てみたものの、日本みたいにコンビニにトイレがあるわけでもなく、デパートとかもないし、一応トイレのマークみたいなものはあって、どこかに公衆トイレはあったようなんですけど、そこまで持つかわからないし、そろそろやばいぞって思っていたらトイレのマークが見えたカフェを発見。多分私みたいな人がいるからか、トイレのご利用は購入後にお願いしますって書いてあったので速攻注文。いや本当にありがとうございます。助かりました。さて、なんかのティーとマシュマロの入ったクッキーを頼みました。この時すでに7時。
トイレに行ったおかげですっきりしたので、この後しばらくメイン通りの雑貨屋とかを散策しました。でもそもそもこれ以上買ってももうスーツケースに入らないんだわ。なのでさっき見かけたしじみの店に戻ることにしました。さて読み方がわからないですが、メットルピンデと外のメニューに牡蠣のチヂミって書いてあって、大好きな牡蠣が食べれるのかと思って店員さんに翻訳して見せてみたんですけど、うまく伝わらず、タブレットを日本語に変換できるというので変換しました。これ見た感じだと牡蠣じゃなかった気がします。ムール貝とかかな。こちらでもマッコリを頼みました。インスタで見て気になっていたのはキムチとモッツァレラチーズのチヂミ。友人はシーフードとニラのチヂミが気になるとのことで2枚頼みました。このパンちゃんは水キムチですかね。もう一つの葉っぱの方はなんか苦手でした。私たち懸念点が一つあって、私と友人が共通で食べれないものがあります。それがネギと玉ねぎです。今回チヂミにその記載がなかったので入ってないのかなと思っていましたが、そんなわけがなく、まずタレに生の玉ねぎがどっさり。ここで混乱するかもなんですけど、私は生の玉ねぎは食べれるんです。友人は生の玉ねぎは食べれないけど調理されてるものは食べれるんです。そして先にキムチとモッツァレラのチヂミが来ました。あったかいうちに食べないとだよなってことで、早速切り分けているところで気づく。ネギが入っている。でもそんなこと言ってられないので食べます。うまい。キムチとモッツァレラが合わないわけがないですよね。これでネギがいなければ完璧です。そしてシーフードの方も来ました。これニラって書いてあったんですけど、ニラかな。なんかすごい細くてあんまりニラ感がなかったです。ただこちらは玉ねぎが入っておりました。友人は加熱されてるものは大丈夫なので問題ないとのこと。私は加熱されてる方が苦手なので、すごい美味しいんだけど箸の進みがどうしても遅くなります。私の偏食についてはまたおいおい出てくることもあると思うんですけど、未だに周りに覚えられないって言われるので、慣れてください。父がネギ系が全般食べれなくて、母がネギ系全般大好きだとこうなるのかもしれないです。でもこちらのチヂミは温かいうちに食べるとどちらもめちゃくちゃ美味しかったです。そして見ていただいてわかると思いますが、でかい。2枚は明らかに多かった。ハーフ&ハーフとかできればよかったんですけどね。と思っていたら、なんとこちらのお店お持ち帰りができるそう。タレもつけてくれるそうで、ホテルに持ち帰って部屋で飲みながら食べるのもありだなとなりまして、持ち帰ることにしました。ここでのお会計ですが、トータルは37,000ウォン。キムチとモッツァレラチーズのチヂミが18,000ウォン、シーフードとニラのチヂミが15,000ウォン、マッコリが4,000ウォン。ここからまたタクシーで帰ろうと思っていましたが、タクシーが金曜の夜だからなのと、ホテルまでが2駅と近すぎてか全然捕まらず、バスで帰るかとなってバスでホテルまで帰りました。帰りに買い出しをしようと歩いていたところ、ホテルのすぐ近くでプサンタワーが見えました。夜のが綺麗ですね。そして撮影するのを完全に忘れてしまったんですけど、ホテルのすぐ近くに24時間営業のスーパーがありまして、そこでなんと生マッコリ1800ウォン。安すぎます。初日もコンビニじゃなくてこっちにしておけばよかったねってなったくらいです。お惣菜とかはないので、キンパとかはコンビニで買うしかないんですけど、お土産のラーメンとかお菓子も基本ここで揃いそうということで、翌日の朝ここで足りなかったものを買い物をしました。とてもおすすめの場所なので、宿泊者の方はぜひ行ってみてください。
ホテルから出てすぐ斜め左に見えます。そしてホテルに戻って酒盛りをして2日目が終了です。今回も動画を見ていただきありがとうございました。次回は3日目、帰国日の動画になります。